じゃあ次にサイドレシーブについてお話ししていきたいと思います。サイドレシーブはですね、過去に、動き方の詳しい動画もあるので、そちらも一緒に合わせて参考にしていただければなと思います。それで、まずですね、構え方なんですけど、構え方は横スタンスのみになります。で、横スタンスで、これも過去の動画で話はしてると思うんですけど、まず足をしっかり開いて左右対称に構えていきます。で、重心位置はその人それぞれ少し違うので、まず立ち位置、ど真ん中からちょっと左だったり、真ん中寄りだったり、自分のねこの重心位置にしっかり構えていただく。そして、サイドに早く動いていくので、この親指側にしっかり力を乗せていく。ちょっとこういう内側に蹴っていくようなイメージになります。で、その状態でサイドに早く動ける準備を、していきます。で、次動き方のタイミングなんですけど、他のショットであれば相手がね打ってからついて動くっていうパターンが多いんですけど、自分が、ロビング打って相手がスマッシュ打つ時にレシーブをするのであれば、そのスマッシュ、相手がスマッシュを打つタイミングとこのリアクションステップの着地のタイミングですね。だから相手が打ってからジャンプじゃなくて、相手が打つ時に着地するようにタイミングを取ってください。で、そのタイミングで股関節から真下に落としていって、飛んできた方向に素早く移動していく、飛んできた方向に素早く移動していくってことを意識してやっていきます。はい、このね着地のタイミングのつき方がすごく重要になってくるので、それが遅れてしまうと、せっかくねこう来るコース分かってたのに取れないっていうことがね出てきてしまうので、しっかりその着地のタイミングの取り方を、取れるようにしてください。で、次に立ち位置なんですけど、例えばですね、右側からロングサーブを打ちましたってなったら対角線に打つので左側に立ちます。だいたい右足が、このセンターの、ラインを踏むようなイメージですね。このストレートスマッシュに対して一歩で取れる位置に立っておきます。というのはストレートのスマッシュが一番速いので、その速い球に対してまずしっかり、すぐ対応できるようにしていくと。クロスは距離があるので少しスピードが落ちます。なのでそれは足でしっかりカバーして取っていくという考え方でやっていきます。で、逆に左側からサーブとかロビング打った場合というのは右側に少し構えていきます。センターラインを少し左足で踏んでいくような形になります。立ち位置を気をつけて、一歩で取れる位置ですねっていうふうにして、ロビングを上げた方向に寄っていくということを意識してやっていきます。で、動き方なんですけど、動き方はですね、基本的に、左側であれば一歩で取れる位置で、右側も一歩で取れるか、もしくは2歩で取る位置、ダイビングっていう取り方もあるんですけど、ダイビングは基本的に逆疲れてもう足が出ないっていう時にダイビングしていかなきゃいけないので、時々ダイブしなくても取れる球をダイブしちゃう人いるんですけど、何でもかんでもダイブすればいいってもんじゃないので、まずは足でしっかり動くっていうところを、練習していきます。で、逆にこの右側で構えた時というのは、フォアに対しては一歩で、バック側に対しては左足を踏み込んで左で取れればそのまま左で一歩なんですけど、左でも取れない時はさらにそこから右足を出して取ってください。この左足を出すっていうのが結構、ポイントでですね、前のこの踏み込みとかは基本的に右利きであれば右足ばっかりになってくるので、この左足を踏み込むっていう場面が少ないので、この左足のね踏み込む力が弱くなる人が結構多いんですけど、やっぱりこのスマッシュレシーブに対してこの左足でもしっかり踏み込んで取れるように、この左足の強化もねしっかりしていただいた方がいいと思います。で、次今度ですね、打ってから戻る時なんですけど、例えばスマッシュレシーブしました。レシーブでもロングレシーブをしたんであれば、そのまま真ん中に戻っていく動きでも大丈夫です。ね、フォアもロングレシーブをしたんであれば真ん中に戻ってくる動きでも大丈夫です。ただショートに返した、ネット前に返した時っていうのは、この真ん中に戻ろうとして、ね、次相手がもう一回こっちに打ってきた時に
真ん中に戻ろうとして次取れないっていうパターン結構あります。でそのショートを打ったら次のショットが早く返ってくるので、それに対して早く動かなきゃいけないってなると、その真ん中に戻ってる時間がないので、打ったらその場ですぐ構える。フォアも前に返したらすぐその場で構えて次の動きをするっていうことを意識していきます。結構ジュニアとかでもね、真ん中に戻る癖っていうのがすごくあるんですけど、それは状況に応じてうまく使い分けてほしいなと思います。真ん中に戻るって結構力が必要なので、真ん中に戻る力が弱いんであれば、打った後その場で重心取った方が次の球に対して早く動けます。なので、レシーブしてすぐ次動く、レシーブしてすぐ次動くっていう動きが作れるんですけど、これを打って戻ると次が遅れる、打って無理やり戻ると次が遅れるっていう風になってきます。だからその戻り方うまく、工夫していかないとダメなのでね、奥に返したら真ん中まで戻ってきてもいいです。でも短い球で返したんであれば、その場ですぐバランスをとって次の球に対応するっていう方がいいと思うので、そういう風にやってください。以上がサイドのレシーブでした。で次は今度後ろ側のショットに対してのお話をしていきたいと思います。それではまた見てください。以上です。